はい、皆さん、こんにちは。釣り京です。夜の人は、こんばんは。今日はね、脳進化リグを紹介させていただきたいと思います。まあ、基本だろうと思うんですけどね。まあ、初心者の人とか、これから始めようとする人には、参考になれば幸いです。まあ、思い出は、まあ、小学校ぐらいからもやっとったんですよね。で小学校4年生やったかな。うん。で、最初にやったんがテキサスリグでした。勉強したんがね。で、その次がね、確かスプリットだと思うんやわ。うん、ほんで、3番目に覚えたんが脳進化でした。で、その脳進化はどこで覚えたのと言いますとね、友達がね、ブラックバスさんのプロのビデオを持ってきてくれたんですよ。確かね、川辺さんやったと思うんやけどね、忘れたわ。申し訳ない。で、そのビデオを見て脳進化やってはったんですよ。脳進化の説明、ノウハウ、ハウツーをね。うわ、やりてーと思って、そっからがきっかけでした。で、いつもね、通ってるお店があったんで、脳進化はどうしたらいいかって、もうちゃんと聞いて、ね、これは実践しなあかんぞと思って。でその時はね、その使ったワームはね、まあ今はゲイリー山本だけど、ゲイリー山本の前のツインズっていう、間違ったらごめんね。ツインズだったかなツインズっていう名前で、後にゲイリー山本になるんだけども、そのワームを使ったんだよ。それをティーズワームっていう、まあカットテールがまあね、カーリーテールやったんですよ。うん。そのワームを脳進化で使った。あら、釣れたんですわ。友達3人ぐらいで行ってて、友達はみんなテキサス。で、周りの釣り人も見たらみんなテキサス。その中で僕だけ脳進化やったろうって勉強したんですよ。これもう明らかに超過がさ、できて、友達、まあ確かにテキサスで釣れたらサイズは良かったです。ですが、もう引数がちゃうね。うん。友達がテキサスでやってて、3匹ぐらい釣れたら僕なんかもう2桁いってましたわ。20匹とか。うん。それぐらいやっぱり衝撃やったんで、うわこれはもう脳進化マスターしたろうと思ってやっていきました。はい。それではですね、脳進化を紹介させていただきたいと思います。はい。まあ、ティーズワームで紹介しますけども、まあ、例ですよ。まあ、カットテールあったかな。まあ、すみません。ちょっとちょんがけです。すみません。これちょっとでっかいやつですわ。7インチのカットテールやけど、まあ、前はね、ティーズワームいて、ここにテールが、カーリーテールになっててね。うん。ほんで、もう勝手に自分でテール切って、もう、ピリピリさしたらもっと釣りましたね。うん。プロの見てからカットしたんじゃなくて、もう、バスがね、食いちぎったんですよ。ブルーギルとかが。で、それでも釣れるかなと思って、やったらめっちゃ釣れた。まあ、後にカットテールになったけどね。うん。あの、プロさんも紹介してはったけどね。うん。あと、グラブもテールじゃないですか。あれをカットして、ピリ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 になるんで、それで巻いてきたりとかしたら、よく釣れました。これはね、もう、動かし方どうのこうのっていうのは、もう全部いいと思います。うん。で、ワームによっても、じゃあ、今やったら、これは、例えばコーヒージューワームやったら、ボトムジャークとかあるでしょね。で、これをワッキーにしたら、え脳進化ワッキーになるでしょ。もう、これは万能ね。うん。やっぱり、まあデータ見たらわかるんですが、テキサスリグ、ダウンショートグいっぱいありますよね。ジグヘッドリグ、脳進化、ヘビキャロ、スプリット、いっぱい、まあフリーリグ、いっぱいあるけども、多分ね、一番釣れてんのは脳進化だと思います。皆さんどうですか？結局脳進化釣れてませんね。でしょうん。で、なんでかって思うと、僕が思うにはやっぱりナチュラルだから。うん。やっぱり、食わせにおいてはね、
この脳進化に勝るもんないと思ってるんですよ。やっぱりなんで釣れるかなって僕が思うには、やっぱりナチュラル。自然に漂わせるっていうので、バスはやっぱり好きやと思うんですよね。食べやすいと思う。まあこれワームはカットテールやけど、皆さんは好きなワームでいいと思うんですよ。でもどうですか皆さん。脳進化で一番釣れてません結局。で、釣れないですよ。いつまで経っても。これとラバージグとかは。ああ。まあダウンショットも釣れるけど、それはもちろんね、状況によっては今日はテキサスが釣れる時もある。脳進化より。ね。ダウンショットのが釣れる時はある。あるけどもね、トータルしてね。例えば10年釣りしてて、脳進化が一番釣れてると思うんですよ。食わせにおいては。いつまで経っても釣れるでしょ。まあこれワームは別ね、皆さんが思うワームでいいんですよ。だからですんで、やっぱりね、まあ脳進化知らん人はね、ぜひ、脳進化も覚えた方がいいと思います。うん。やっぱり両極端ね、テキサスリグは進化をつけることによってのバス釣り。脳進化は、まあ、ね、進化がない、ふわーっと自然に釣る、ナチュラルに釣るリグということでね、両極端を持っていただいて、でその間にミドストであったり、ジグヘッドであったりとか、いろいろあるじゃないですか。インチワッキーとか、ね。うん。そういうふうに覚えていった方がいいかな。まあ僕も結局ね、一番強い単は脳進化やけど、テキサス先に覚えてよかったな、とは思ってます。うん、皆さんどうですかね。うん。今やっぱり脳進化はほんま強い。頼りになるでしょ。絶対的信頼あるでしょ。ね。うん。まあリアクションで食わへん、まあリアクションでしか食わへん時もあるけども、脳進化が圧倒的に、やっぱり最後の切り札。うん。はもう問わずね。うん。そう思いますね。はい。で、まあ、ちょっと、動かし方言いましょうか。はい。これはね、もうワームによってちゃうから、もう、これ言い出すともう、めっちゃ時間かかるんで、ちょっと省略させていただきます。うん。で、やっぱりこういう細身の、まあ、クローラー系とか、こういうやつは、やっぱりワッキーとかね。うん。で、まあ普通にオフセット。うん。が一番釣れるかな。アクションはもう普通にフルを、まあ、ホールしてもええし、ちょん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 してもええし、ズル引きでもええし、うん、その時の一番当たるテクニックってありますわ。それを見つけたら、もう簡単に釣れます。はい。まあ、ホールまでて、いい日に買ったらちょっとチュンチュンしたりとか、ズル引きしたりとか、やっていただいたら、もうすごくね、釣れます。はい。でね、僕ももう、ついでに言ってしまいますが、線香みたいなね、こういうスティックベイトね。スティックベイトは、スティックはまあ基本的にはこういうオフセットですよね。でもこれはね、やっぱりジャークとか、まあ、ホールも狙えんやけど、ホールプラスジャーク、トゥン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 でね、魚をおわして食わせるの、まあいいですかね。基本はね、まあこれのワッキーもあるし、で、これのね、線香とかこういうスティックベイトの表層早巻きやってみて、ピピピピピピピーンって、スパーン来るから。うん、まあちょっと知らん方はね、ぜひやってみてください。うん。僕ようやんね。この、特に、アフター回復の時期とか。ああ。これを、もうスーッと巻いてくんねんね。あとは IG 引き。ゆっくりまっすぐスーッと。それがね、ちょっとね、一星さんのスーパースティックやったかな。ちょっと、シャットテールがついてるやつの方がいいですわ。うん。まあ、線香でもできひんことないんだけど、ゆっくり巻いてくる。スーッと、まっすぐにね。うん。だからこういうクローラーベイトはちょっとまっすぐ、どうしても引けないので、こういう
スティックベイトはゆっくり ID 引きに巻いてくれます。ですんで、それも楽しみください。スティックベイトは、ホール、ジャーク、ボトムジャーク、いろんなあるけども、僕が結構好きなのは表層引き。表層をチュン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 って、パーンってね、リアクション表層テクニック。ほんで、あとは、IG 引き。あるんで、もうこれはね、もう言い出したらめちゃくちゃある。はい。あとはコーヒー銃やね。ちょっとこれイモグラブなんですが、これは、はい。これはね、沈み虫とか、カバースキャットとか、他のコーヒー銃もいっぱい今出てますので、イモグラブで説明させていただくと、ボトムジャーク、ね。シェイク、ズル引き、あとはどうやろうな。ワッキーもいきます。ワッキーもいきます。でね、これがね、線香でもカットテールでも、どんなワームでもそうやねんけど、ショートバイトの時あるでしょ。どうしても。パスがね、あんまり食べられへん時。そういう時に僕がよく対応するのは、マスバリ。マスバリチョンがけ。これでボトムジャークしてみて。ずる引きでもいいですし、まっすぐ引いてきてもいいしね。ショートバイトの時は、あえて針ちっちゃくすんねん。その方が、大きくするんで、ガツンって食うやつに対しては、針を大きくした方がいいかな。僕がよくやってるのはね。で、ショートバイトの時は、より食い込ませるために、マス針をよくやります。あえて、カバースキャットでも、沈み虫でも、こういうイモグラブでもね、やってみてください。そしたらね、かかりやすいです。ですね。カバーが多いとこはこういうガード付き、使ってもらったらね、いいと思います。はい。もうね、なんていうの、これが一番釣れるっていうんじゃなくて、もうその、エリア、時期、バスによって全然いろんな試してみてください。必ず一番釣れる動かし方がありますので。はい。もうこれは、ノーシンカーはほんまに強い。あとはこれですかね。これ SS ギルなんですが、ブルーフラットとか、ギル型ワームスよね。これの脳進化。これもちょんがけしたりします。あえてね。これもよく釣れる。ね。こんな感じ。で、今やったら流行りの虫系。こういうビッグツーウェイ。レイドジャパンのビッグツーウェイなんけど、こういうやつね。ね。あとはサイコロラバーとか。ね。これはもう、真ん中のワッキー出しでしょ。ね。これがいいですよね。ピックピックとか、枝に引っ掛けて吊るしとか、虫パターンとか。ね。最強ですわね。ワームによって全然いろんなことできるんで、もうこれは、どれが釣れるっていうのはもう全部最強だと思ってます。だから皆さんはその時に一番釣れる動かし方を見つけてください。もうノーシンカーは結局釣れますよ。はい。これサイトで狙えるしね。強いね。ぜひやってもらいたいのが、ロングワームね。これ8インチなんですが、やっぱりロングワームはね、もうこの今時期から、年中使えますよ。使えるんやけど、特にアフタースポーンのバスには効きます。ロングワームは。はい。ね。めっちゃ強いので、やってみてください。食うのにね、ちょんちょん食って、パクって食うまでが、ちょっと時間かかるけどね、送り込まして、カチってなったら合わすっていうことやけども。めっちゃ釣れますので。で、でかいのを狙って釣れますので、はい。ぜひおすすめですね。あとはシャッドテールワームの脳進化やね。
巻いてもいいし、ゆっくり巻いてもいいし、早巻いてもいいし、上でバジングみたいにペラ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 ーってやってもいいし、強い。本当に強いね。テキサスを、僕も後悔してないのは、やっぱりテキサスを覚えてから、他のリグに触ってよかったなと思ってます。ですが、本当にね、脳進化を覚えてから一気に扉が開いた。めちゃめちゃ釣れる。未だに頼りになるしね。だから、苦戦してる人、改めて脳進化やってみてください。好きなワームでいいと思いますよ。はい。絶対強い。もう食わせにおいてはもう最強ちゃうかな。一番やっぱり脳進化が強いと思う。プロの方も言うたはと思いますよ。脳進化強いでしょって言ってね。本当に強い。シャットテールなんかゆっくり巻いてきてね。でっかいの強いしね。ボトムジャークしてもいいしね。この前の冬の1月の中旬のバス、脳進化やし、脳進化ちゃうわ。ネイルリグやったけども、ほとんど変わらないですよ。あれが重たいワームやったら、脳進化ですよ。ね。あれのボトムジャークして、食ったからね。47センチのバス。最高でした。はい。もうこれはもうベアコだけじゃなくて、どこでも通用するんで、やっぱり脳進化は持っていただいたらいいんじゃないですか。他のルアーでこれだけやって、絞っていくのもね、大事やけども、どうしても、今日は一匹だけでも仕留めたいってね、どうしてもなるじゃないですか。そういう時は頼りになるんで、知らない方はね、絶対脳進化は覚えてください。必ず武器になるんで。僕も脳進化は攻めの釣りだと思ってます。ちなみにね、アドバイスというか、っていうのは、例えばみんながワームの釣りしてるでしょ。で、僕はね、ワームの釣りを、どんなワームの釣りしてる例えば、ミドストしてたら、ハードルは例えたら何って思ってるんですよね。言いますわ。ジグヘッドの釣り、みんなやったことするでしょ。そしたら、ハードルアーに例えたら、僕はシャッドかクランクや思ってます。ね。だから、周りの人と、決定的に釣り方を変えんねん。それは何か言ったら、僕、例えばね、周りがジグヘッドの釣りしたはったら、周りの人ね。僕がやったらクランクかシャッド巻きます。シャッドでジグヘッドの動かし方をやります。全然ちゃいますよ。こっちはソフトやしね。ちゃうんだけども、コロッと、なんちゅうのコロッとね、バイトが変わるときある。こっちがめっちゃ強いときあるんでね。で、脳進化は、ハードルアーに例えたら、ミノーやと思ってます。僕はね。ですんで、周りがね、脳進化ばっかり掘ったはったら、僕やったらミノー本ね。で、ミノーやったらね、フローティングサスペンド。シンキングのバスであんまり使わへんねんけども、ちょっと沈めて、ネイルやわ。ウェイトシール貼ってね、沈めたりとかして。で、バーで沈めたりとか。で、サスペンドやったら止まってくれるし。で、フローティングやったら浮いてくれる。ですんで、ワームの脳進化みたいな動かし方をして、周りとね、似てんだけども、このハードルアーにしてやりますね。そしたらコロッとこっち側ばっかり釣れることがあるんでね、ぜひやってみてください。ですんで、僕はよく、いっぱい釣り人がいはるとこでやるときは決定的に変えてます。はい。そんな感じでね、僕の経験でいっぱい釣った釣り方を紹介していただきました。はい。ありがとうございます。もう必ず助けてくれます。ただ守りの釣りになるけども、もう攻めれますんで、僕はもうピッチングできるワームの釣りは攻めの釣りだと思ってます。ですんでね、ぜひ武器にしてください。はい。
はい。もう面白い。脳進化はほんまに今でもすれへん。恋とラバージグはほんまにすれへんでしょ。ね。はい、ありがとうございます。またいろんなノウハウ、経験、紹介させていただきます。皆さん、いつもありがとうございます。いっぱい釣ってくださいよ。応援します。